皆様こんにちは。今回はね、お弁当なんかにね役に立つ簡単な料理というか、隙間なんかを埋めるのにね使える、結構ね可愛らしくてお子様にも人気のね卵を作ってみました。人気のねスーパーマリオシリーズのねキャラクターでヨッシーっているじゃないですか。ヨッシーのね卵に見立てたヨッシーの卵を作りましたんで、もしお弁当を作っている方がいればぜひ参考にして作ってみてください。お子様のね笑顔も引き出すことができると思います。それではね作り方紹介していきますのでよろしくお願いいたします。どうぞ。それではね今回の材料はねうずら卵、ゆで卵にしたうずら卵です。あと枝豆を使います。それではね作っていきたいと思います。まずはねこちら枝豆のね、中身だけを取り出してください。こんな感じで枝豆の中身だけを取り出します。枝豆の中身を取り出したら、このねもう一つね薄い皮があるのでこれも一緒に取ってください。中のこの実だけにします。枝豆の中にねもう一つ薄皮がありますのでこれを取り除いてください。枝豆のねこの中の実だけにしたらね、これを半分に割ってとりあえずまな板の上などに並べてください。この時ねできるだけ大きい粒の方がやりやすいです。こんな感じで枝豆を並べます。ここでねストローを使います。もうストローは何でもいいです。できるだけね枝豆が丸くくり抜けるぐらいのストローがいいです。この枝豆のね中心ぐらいでちょっと軽く回しながら押し込んで枝豆を抜いてください。これでね枝豆の中が丸くできますんで、これをねいっぱい作っていきます。枝豆をねスポスポ抜いていったらたくさん取れると思いますんで、あとはストローの中に入ったこのね枝豆の丸く抜いたやつを取り出してください。こんな感じで枝豆をね丸く抜いたものをいっぱい作ります。こんな感じでたくさん作ります。こちらのね余った方の枝豆の実は全然食べれますんで、もうそのままパクッとつまんでしまってもいいですし、なんか和え物なんかがねお弁当に用意してるなら一緒に混ぜ込んでもなんか使えると思います。捨てるのはもったいないで食べてしまいましょう。お次はねうずら卵に穴を開けていきます。やっぱね恐竜の卵みたいに見えるようにねうずら卵にバランスよく穴を開けていってください。そしてこのね卵白の湯がけてる部分だけを取り除いていきます。黄身の方はね大丈夫です。そしてねこの穴の開いたところに先ほどたくさん作っておいたうずらの卵を差し込みごめんなさい、枝豆の抜いたやつを刺していきます。この時はね緑色の綺麗な方を表に向けて刺すといいと思います。こんな感じになるのでね全体的に卵がねバランスよく綺麗に見えるように穴を開けていってどんどん詰め込んでいってください。はい、うずら卵3つともやってみました。こんな感じでね綺麗に全部穴に枝豆を差し込んだらヨッシーの卵の完成です。味付けはね軽く塩なんか振っといてください。こんな感じでね
チーズで作ったカゴにね見立てたもんなんかに入れてあげると、もうまさにヨッシーの卵、これがねお弁当に入ってたらお子様の笑顔もね全開で引き出せるんじゃないでしょうか。こちらがね完成したうずら卵と枝豆を使って簡単に作ったヨッシーの卵です。まあちょっとねなんかこうカゴみたいな器もね一緒に作って盛り付けてやるとね結構可愛くて恐竜の卵っぽく見えないですかね。こういうのがねやっぱ入ってると遊び心もあってお子様も喜ぶと思いますんで、ぜひよかったらお試しください。今回はね以上でございます。いつもありがとうございます。また次もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。